人を狂わせるガンダム、ウィングガンダムゼロテレビ版の開発費が。ウィングガンダムゼロは、新機動戦機ガンダムウィングに登場するモビルスーツである。略称としてウィングゼロと呼ばれていて、ウィングゼロは後半の主役機である。ウィングゼロには、デザインが大河原邦夫が担当したテレビ版と、加藤木はじめが担当したエンドレスワルツ版の2種類が存在する。ここでは、大河原邦夫が担当したテレビ版のウィングゼロについて解説していく。しかし、それぞれデザインは違うが、設定上は同一の機体なので注意してほしい。ウィングゼロは、アフターコロニー180年頃、トールギスを開発した6人の科学者たちが、コストと実用性を度外視し、性能のみを追求した機体である。後にヨズを出奔した科学者たちが、それぞれ開発した5機のガンダムの原型機でもある。通常の人間には操縦できないというトールギスの欠点を克服すべく、逆に、パイロット自身の能力を機体に追従させる新型インターフェース、ゼロシステムを採用している。機体構造も一新され、装甲材にガンダニウム合金を採用することで、圧倒的な耐衝撃性と耐熱性を獲得している。また、ガンダムのコードネームは、このガンダニウム合金に由来している。背部には、機体名称の由来となる翼型スラッガーを採用し、加えて、コロニーをも破壊可能な威力を持つツインバスターライフルの採用により、短期でも制圧戦や一撃離脱戦法を可能としている。しかし、ゼロシステムには、パイロットの身体と精神に深刻な障害を与えるという問題があり、機体自体の破壊係数の高さもあって、科学者たちは、実機を製造することなく設計データを封印した。そこから15年後のアフターコロニー195年、自身を裏切ったコロニー勢力に憤慨したカトルが、当時の開発スタッフである H 教授が残した設計図をもとに製造した。この時、カトルは、ツインバスターライフルのことしか気にかけておらず、後に、彼は、後悔することになる。ウィングゼロの特徴であるゼロシステムだが、これは、人体と精神の不安定さを解決するために導入された操縦インターフェースである。正式名称は、ゾーニング&エモーショナル、レンジ、オミテドシステムで直訳すると、領域化及び情動域欠落化装置である。システムが分析、予測した戦況の推移と対処法、それによって起こり得る結果を、パイロットの脳に直接伝達し、勝利のために取るべき行動を、パイロットに強制的に提示する。コックピット内の高性能フィードバック機器によって、脳内の各生体作用をスキャン後、神経伝達物質の分泌量をコントロールすることで、急加減速、急旋回時の衝撃や荷重などの刺激情報の伝達を緩和あるいは欺瞞し、通常のパイロットでは操縦し得ない状況下での機体制御を可能とする。しかし、ゼロシステムが提示する行動とは、基本的に短期での勝利を目的としたもので、時には、味方の犠牲やパイロット自身の死といった非人道的な行動を強制し、パイロットに多大な精神的負荷をかける。そのため、このシステムを使いこなすには、自身の感情をコントロールし、かつ、システムの命令を抑え込むだけの強靭な精神力が要求される。このような諸刃の剣を持つモビルスーツだが、ゼロシステム以外にも特徴的な特性がある。まず、ウィングゼロは宇宙戦闘に特化した機体として設計されている。背部には翼型の2枚の開閉式カバーを備えたスラスターユニット2機を装備し、展開時は大気圏内での浮力も向上する。肩部には開閉式のショルダーバーニャを備え、姿勢制御力を高めている。さらに、胸部左右のエアダクトは、防御力の低下を下げるために、必要時のみカバーを開閉させる方式を採用している。そして、ウィングガンダムと同様変形ができる。これは、ネオバード形態と呼ばれており、主に、敵拠点までの移動に用いられる高速巡航形態である。各部バーニアのベクトルを集中させることで、大推力を発生させ、トールギスをも上回る加速性能を発揮する。この形態は、実際に地球に突入しつつあるリーブラの破片を大気圏に突入しながら、ツインバスターライフルで破壊し終え、ネオバード形態で重力圏を離脱していた。ウィングゼロの最大の特徴として外せないのはツインバスターライフルだ。2挺のライフルを平行連結した2連装型バスターライフルで、ネオバード形態では分割した状態で、シールドの左右に固定される。その威力は、ウィングガンダムのバスターライフルの2倍以上に達し、最大出力では、スペースコロニーを一撃で破壊するほどの威力を持つ。また、2挺に分割して、別方向へ同時射撃を行ったり、連射性能を高めることもできる。ウィングガンダムのバスターライフルは、
カートリッジ方式を採用したことで、最大出力で3発のみの射撃に制限されているが、ツインバスターライフルは機体ジェネレーターから直接供給する方式となっている。ツインバスターライフルは関連ゲームにおいても恐れられている。特に分割して別方向に同時射撃しながら回転する攻撃は攻撃範囲がほぼ360度になるので非常に恐ろしい武装である。ウィングゼロは主役機ではあるが、作中ではカトレラ・バーバウィナーをはじめ多くの主要人物たちによって乗り継がれ、最終的に主人公ヒーロユイの登場機となる。しかしウィングゼロに登場したパイロットの中ではカトルが最も有名かもしれない。彼がウィングゼロに初めて登場し、いろいろな気持ちが入り混じってのゼロシステムからの命令で行動してしまった。そのためカトルはとても闇を抱えたキャラクターに仕上がってしまった。ゼロシステムに操られた彼のセリフはあらゆるゲーム作品などで取り上げられているのだ。今日の内容はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。